こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第5話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。死んだろ。終わった。今回もイサミかわいそう。今回はロボ戦闘会ちゃうんかい。空母って落ちたら何メートルくらいあるんや。今回はしっくりくるエンド。そこから落ちたら普通に死ぬやつだぞ。それでイサミ濡れてるのか。イサミは寝るからご褒美しかもらってないのな。あんまいらない回だったかな。物語的にはこういうの必要なんだけど、シリーズ通しての緩急が必要だからね。重い展開の前にための回とかいう人もいるだろうが、全然面白く見れるレベルだと思う。さっきから何のアニメなんだよ。ホモ。ギャグアニメだよ。今回結構初期。オープニングに出てくる敵対勢力のロボットいつ出てくるの。束になってやってくるの。ファンタムロボ最終回みたいに鍵オープニングかもしれん。本当毎週笑顔にさせてくれるアニメだわ。落ちる時か細い声だったのよかった。ボクシングじゃなくて歌で語り合えば平和だったな。知ってるぞ。これ来週から悲惨な展開だろう。俺は詳しいんだ。みんなそう思ってるさ。間違いなく今季ナンバーワンですわ。一体これは何アニメなんだ。このペースじゃ2クールあっても全部の敵でないだろう。3クールやってもほぼパンチで撃退して大して話も進まなかったダンクーが3。今回の話は壮大なフラグかも。マクロスの敵が男女の恋愛を知らなかったように、この敵は男同士の恋愛を知らなくてショックを受けるとか。人間はもういないんじゃなかったの。何と戦ってるんだ。お前もが P ユンかい。日本のこと忘れてました。スミスがほぼボクシング初心者でイサミが経験者なのか。普通は逆なのに新しいな。スミスが経験者って言ってたぞ。次回から真面目にやりますみたいな申し訳程度の引き。そういえばまだ敵側がほとんど描かれていないのか。割と真面目に言うけど、今期はガチレズのマホアコ、ガチホモアニメのブレイバーンの2強。わかる。かっこよ。ブレイバーンの正体が判明したところで終わりそうだな。もう実は敵のボスでしたみたいなオチでええわ。宇宙人ロボットよりわけわからんブレイバーン。8話でブレイバーン退場。9話から数年後経過とかあるかも。時は流れた。そして敵に占領された地球で地道なレジスタンス活動を続けるスミスたちの前に老けたイサミが現れるわけか。ブレイバーン、未来のスミス説が濃厚になってきたな。今週決戦期待してたのに濃厚なハムとか。でも俺今回のノリ好きだわ。今回は何を差し置いてもここだろ。メカニックの娘が不女子だったの微妙にショックだわ。メカニックの子腐ってやがったか。みゆ、ホムが嫌いな女子はいませんよ。ここまでやるとは。普通にいい話をラストで全力にぶち壊すこの作風、嫌いじゃないわ。これ1クールなん。オープニングに出てた敵ロボットの数からして1クールじゃ足りないと思うが。まあいつまでもイサミとスミスにギスギスされてても嫌だしな。物語の骨格は王道なのに肉付けが致命的に下等だよなこのアニメ。視聴者のほとんどは股間すり合わせに気を取られ、パイロット娘の父揺れランニングシーンを覚えていない。あのブルンバストを俺は見逃さないぞ。スミスとイサミの仲を深めるのはいいんだけど、それをロボバトルと絡めてやってほしいな。蒸気カタパルトはロマン。ようやくイサミが主人公で来てたのは良かった。あとは全力で戦ってくれ。戦闘会でもちゃんとロボが出てくれるのが兵器じゃないキャラとしてのロボの良いところだよな。最後の休息的な回だった。ボクシングアニメだったな。普通に良い話じゃねえか。整備士ちゃん腐ってやがる。日本到着前にこんな男臭い話になるとは思わなかったわ。内容だけで言うなら男たちの不器用な友情、河川敷で殴り合って友情を深めるって話なんだけど、股間すり合わせがノイズすぎる。面白いけどこれ残りのデストライブス倒せるか。ブレイバーン、分身はこうやるんだ。トランスフォーマーからもあったわね。デスドラは全員がガキーなのか。
アガピーってデストライブズの言語だったのかよ。シーパート的に次は戦闘あるか。趣味部屋もちろごって。笑顔がキモい。ブレイバーンもヒーローオタクなんだな。ビルドバーンでバーンブレイバーンに合体するためのサポートメカを出力するわけだ。そしてルルも着々と正義の過ぎたロボになる準備をしているな。ここまで来ると主題歌収録に使ったバーンスタジオとかもあるんかな。スミス思い出の宇宙刑事やる時点でってなった。自分の中でスミスループ説強化された。ビルドバーンで追加メカとか作るのかな。まさかブレイバーン自体も 3D プリンターで作ったとかじゃねえやな。一人だけずば抜けた力を持ってる苦悩と、力が足りなくても戦う覚悟みたいな真面目な話してる回なのに、何が当たってるとか。っていうかみゆさん、無垢ない成人の少女が屈強な成人男性兵士の自室でヒリと草津によって洗脳されていた回。スミスが死ぬほどいいやつなのが伝わってきたわ。イサミはフルメタのカシムと同じで、自分が何とかしなきゃで気負いすぎてるんよな。今回で多少なりとも溝が埋まったものと思いたい。これはこれで面白いが、早く日本に行ってバトルしてほしいのが本音。話自体は嫌いじゃないけど、兜合わせはマジでやめろ。エンディングのハンナミュージカルに違和感をなくさせる回、高校中に襲われなくてよかったな。ルルが喋れるようになってきてるな。強い存在を見たり触れると活性化するのか。試合的には完全に勇み勝たせる筋書きだったんだな。負けてまたメンタルに影響出たらまずいからか。その中継を佐竹隊長がアシストしてたのは新た。ブレイバーンと事前打ち合わせしてたのね。キレット人類からしたらエイジシステムみてえな装置出てきてわろた。あの 3D プリンターどこから出てきたんだよ。空実家から持ってきたんだろ。日本で敗北して巻き戻す展開かもな。割と重要な回だったんじゃないかな。こうやって軍人たちがわちゃわちゃやって笑い合っていられるのも、イサミとスミスが体一つで本音でぶつかり合えるのも、この話で最後ってことだろ。ブレイバーンの存在以外は基本的にリアルロボットアニメの世界観なんだよ。火の海が形容とかでもなんでもなく、マジでしっかり火の海にする能力してたな稲田さん。ありゃマジで首都圏全滅か。タワー一つ破壊。残り6、7。ハワイだけ死守で他世界は陥落済み。で5話まで消化だから全12話って感じではなさそうだがどうなんだ。これまで堅くなだったイサミの心情が知れて、味方も団結して良い話だったろ。こういう掘り下げが泣かないで、主人公が何したいかわかんねえとか、叩くだけのやつはお引き取り願うわ。これ同時にもうこっからはこんな時間は作れないって暗示でもある。キャラの掘り下げもできたし、これで TS 用の装備がいきなり生えてきても大丈夫ではある。てか戦う相手が相手だから、戦場でうだうだやられるより、高校中にさっさとわだかまりや本音トロを解消するのは正解かなと。まあブレイバーン以外はどうしようもないぐらい力の差があるってのが視聴者も感じてたしな。響が食事前に日本がどうなってるかわからないのにってなってるの。リアルだっただからこそ殴り合いでスカッとさせたのよかったと思う。あれ以上引きずっても鬱だし、主軸は王道なんよマジで。前回の過去球技にから響も持ち直しているのはさすが軍人と思ったな。なんで今やってるんだじゃなくて今しかできないが正しいよな。いろんな意味で。ただあと7話しかないのに敵6体いるよなってのがどうしても頭をちらついて、捨て替えがないな。ブレイバーンいないと面白くないをちゃんと回避できてるし、なおかつブレイバーンの出番自体も確保してある。相当うまくやれてるだろこの辺りの掘り下げエピソード。これは世界史に残るどころかアニメ史に残る試合だ。それにしてもミユはそちら側だったか。それでビルドバーンはビルドファイターズなのか、それともエイジシステムなのか、ドッツライフルみたいなの作り出しそう。やっぱり 3D プリンターで ATF の武器を増強するのかな。スペルビア戦もイサミ来てからは楽勝だし、ブレイバーンが1話1体幹部倒してもおかしくはないか。新しい大罪は強欲のクピリダスか、めちゃくちゃではちゃめちゃな死を求めるわくさ。プレイバーンがガンマイク作るために使った 3D プリンターは、あれだけ高性能なら他にも何か作れそう。
何気に BGM がすごく良いなこのアニメ。特にコンはすごい良かった。またイサミかわいそうがトレンド入りしてて草。今回はバトルないって言ってたやつ誰だよ。バリ公認ボクシングアニメだからな。来週も男たちの殴り合いに期待。イサミはブレイバーンに乗れるせいで前の艦隊沈んだ時も自分攻めてたし、今回吐き出せたのは良かったよね。すげえ。全部無駄なように見えて無駄なシーンが一個もない。シリアスなシーンも笑いどころもツッコミどころも全部盛りで破綻してないって何なんだこのアニメ。日本に到着するまでの7日間は大切な時間ですからね。こんな風にボクシングすることもあるでしょうよ。今週も期待を裏切る良いギャグ回でした。しかし7日あれば日本は終わっちゃうね。C パートの時点で終わっていたな。あれは日本上陸前のひととき、強烈な男臭が漂うエピソードだが、ちゃんとガガピーの萌え要素で中和してる塩梅がうまい。ガガピーがいないと胸焼けしちゃう。熱い男のリングマッチは笑っちゃった。大事な作戦の前だからしっかり食べること、仲間としっかり向き合うこと、必要なことを準備していざ日本へと思ったら急にボクシング始まるじゃん。作戦前に殴り合いして A パートで響いたもの返して、けどこの感じがいい笑い。ブレイバーンがオーバーテクノロジーで椅子からフィギュアから好きに作る。イサミとスミスのボクシングからの寝技、ルルからのライダーキックを食らって海に落とされるイサミ。これは一体何アニメなんだ。5話はギャグ界っぽいけど、イサミとスミスが正面から向き合うという意味では重要な回だったかな。まともなフォローしているブレイバーンが逆に気味悪かったな。なんかありそう。ルルもだんだん話せるようになってきたし、もう来週は普通に話してそう。来週はシリアスかな。ワンクールだよね。5話費やしてもどこに行くかわからん。ブレイバーンの謎が解明されてることは願ってる。俺たちの戦いはこれからだエンドか。今回のあれも伏線なのか、ギャグの前振りなのか、考察が実を結ぶ系アニメなのかすらわからん。が、気になるから見る。スミスとイサミが拳で語り合うお話。互いに抱えてたものを全部吐き出して分かり合うという、何かかわらで殴り合う青春をしていました。もう半分ぐらいボクシングアニメだよこれ。普通に良い話のはずなのに、たまにセリフがおかしい。スミスの背を押すブレイバーンから制裁の余裕のようなものを感じる。突然のボクシング対決はやけに本格的で、何のアニメか忘れかけそうなほど。しかし不器用な男と男が肉体で交わす会話は確かに名場面。ついでにエンディングがまた味わい深くなった。随分言葉が達者になったルルが可愛かったけど、ブレイバーンをスミスと呼ぶのはやはり気になるところですね。他方、気負ったイサミと気遣うスミスのボクシングを介した本音の応酬が熱くてグッときました。ただ股間をすりつける必要はあった。笑い。前回のためからスパロボ戦闘になるかと思ったら、意表をついた謎のボクシング回だった。これまでずっとイサミとスミスがギクシャクしてたので、それを解消するのは多少カタルシスがあるけど、いきなり拳で語り合うのは随分脳筋展開ですね。なんかすごく感動しちゃったけど、冷静に見たらなんなんだとなるシーンが多くて、やっぱりこのアニメ面白いなと思った。イサミとスミス、ようやくちゃんと話せてよかったね。あとルルが可愛いし、ブレイバーンも可愛い。さくらん。イサミとの間に何かわだかまりを感じるスミス、マイペースのルル、拳で語る二人にエプロンサイドで腐るセコンド、プレイバーンがハンガーを部分占有してたりと、今週もネタが豊富。片方の口角を上げてにやりとしてるブレイバーンの怪しさをめっちゃ喋れるようになったルルちゃんの可愛さでぶっ飛ばしてくれた。次で判明するかもしれんけど、他の都市はどうなっとるんじゃろう。大張監督的に広島はどうなっとる設定なのか気になる。常識のある非常識な人って一番わけわからなくて恐ろしいですよね。笑い。まあブレイバーン、みんなのことをよく見ていて本当にいい仕事しますよね。二人の試合良かったです。新しい髪型のルルも可愛かったです。子供は特撮ヒーローやアニメから学ぶ。兵士は食事も仕事。張り詰めてるイサミを気遣うブレイバーン。
的確すぎて頼もしいけど怖い。ビルドバーンは欲しい。時に男は言葉を交わすより、戦う方が分かり合える、とはならないか。言いたいことは口に出そう。新たな敵も中に人がいる。肉体言語が紡ぐコミュニケーションで、青春だ装置をノリノリやん。整備班の子そっちの人か。気候特計、スパルガイザー、夕方やってたよね。存在しない記憶。言葉ってこうして覚えてくんだなって。ルルのしてるんだ。はじめ、動きも可愛い。バーンブレイバーン5話の何がすごいかって、終始空母の感情だけで物語が展開されていることなんだよね。館内の部屋ごとの違いや、開放的な甲板上で印象が変えられるとはいえ、30分丸々感情で日常会やるアニメも、興味なかなかお目にかかれない気がするぞ。一瞬作画が初めの一歩っぽくなったボクシング界、笑い。なんだろうね、この地に足がついてる感は。理理的な細かい描写もそうだけど、キャラクターの振る舞いに筋が通ってる感じ。単なるネタアニメではない。君はルルで私はブレイバーンってのはネオンシなんでしょうか。ステルビアは高慢って意味があるから、名前自体を変えることで、性質を変えようとしてるのかね。もはやブレイバーンの掛け声がチャイムくらいの感覚なってそうなの笑う。そして初手が変態すぎたゆえにまともな言動をするだけで好感度が勝手に上がっていくの何かずるい。スミスイサミみたいな感じになってるし、私の代わりに鼻血を出してくれてる子もいるし、器用勇に何をしてあげられるか。不器用な男たちが語れるのは拳のみ。肉体言語で伝える思いが兵士たちをつなぐ一話。なおどうも何か絵面や味付けが変なんだよな。それでも決戦を前に登る息と一つになる心。しっかり熱い展開なのが悔しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。